dedicated game channel by Coconetta。みんな、お元気？さて、始まりの話題は、公式ディスコードに新しいゲームモードを検討中なのか、2つのゲームモードへの投票と、それ以外のモード提案のリンクが貼ってありました。そこで一体どんなものなのか、確認しましょう。カラードット2つは同じ英文を和訳したもので、モード1はマップにある対象物を敵陣へ追い込むってやつね。どうやって追い込むのかってことが想像できないね。まさか力技で体当たりで押し込むってことはないだろうね。やっぱベヒモスはさすが重量級だな。押し込むタワーが違うねとか、新型モジュールのプレッシャー3個積みだってこれは押し通せるね。まーんってことはないだろうね。モード2は設定された場所にお宝あってそれを集めるってやつか。ロボットにそのお宝がくっついていてキル取られると元の場所にまたお宝は戻るってことかな。桃鉄のボンビーが取り付いていて振り出しに戻されるって感じ？違うか。皆さんはどちらに興味持てます？それとも他にもっといいアイデアありますか？この動画にも概要欄にリンク貼ってあるので、そこからでもぜひ投票しましょうってことで。それじゃ次の話題について。ケストレルに相性良さげなロボットってどれだろうってふと思いついたので、一覧って感じで並べてみました。そこでポイントはまずデスマークの射程が150メートルに変更となったよね。次にキルで回復していたアビリティがステルス発動となりました。この2点がロボットとの相性を決めることとなるのかな。それじゃステルス発動可能な13タイプを見ていきましょう。で、コテネタとしての最有力はこのリンクスと思うんだよね。ステルス発動回数の多さでより有利かと。クライシスはやっぱり長距離武器が中心だからね。オロチもかなり有力かな。ただし近接戦に耐えられるだけのプレイやスキルが必要となるだろうね。スペクターカー、これも150メートル以内の攻撃について耐えられるのかってとこだね。パーサー、これは使えそうな気がするね。ロキね、かなり扱い方難しいけど、デスマークの後にアビリティ解除できるならって感じです。ナイチンゲール、これもアビリティ解除のタイミングをうまく合わせることができたらって感じかな。イムギ、これも最有力と思えるね。ステルス中のデスマークつけた攻撃は結構やばいよね。マーキュリー、結構難易度高いロボットなんで、ケストレル以前の選択肢となるかな。レイブン、これはパイロットスキルでステルスだけど、かなり難しいね。セイレーンか。そう、ハーピーも同じで、アビリティ活かすなら、ちょっと違う感じするね。そして、やっぱりこのスコーピオンも有力候補じゃないかな。皆さんはいかがでしょう？ケストレルを活かせるロボットってどれかな？最後にバトルクリップを2つ。1つ目はインベーダー。装備はあの超スローダウン効果となったイグナイター。オルガン付きだけど。それじゃ 10% の耐久値アップってことだと、まあそう大したことないから、どちらかっていうとイグナイターのスローダウンでより攻撃と防御が生きてきたってとこをご確認いただければ、うまくいってはないけど。その後はケストレル&ゲインを搭載したリンクス。まあこれもそれなりにドットダメージ 10% が隠し味って感じで、それなりに使えるねって感じでした。それではナレーションはここまでとさせていただきます。ご参考となるならばぜひ最後までご視聴いただきありがとうございます。おやすみなさい。おやおや、週末なのにこのナレーション短すぎるのだ。実はナレーションのお姉さんはこのタイミングで1週間ちょっくらリヨンへ行ってくるって。卒業旅行並みにウキウキなのだ。そしてフルビエールの丘で春風に吹かれてくるって。
っていたのだ。ソリではバトルに戻ってだが、さっきのバトルのようにイグナイターのスローダウン効果によって結構敵さんを固められるので、スピード速いロボットでもそれなりにヒットするようなのだ。これからはこのくらいのスローダウン効果ある通常武器つうのも登場してくれるとより楽しくなるかもしれないのだ。ソリでは次のベイン装備のバトルで再び登場するのでよろしくお願いしゃす。最後のクリックとなるのだが、今回はリンクスに装備してみたのだが、これはキュリーでも十分使えそうだな。これまではドットダメージについてはアンプブーストが効かないので物足りなさいっぱいだったが、 10% のマシマシでようやく使えるレベルまで上がったように感じるのだ。このベイン装備の楽しさポイントはやはり敵の隙を見て背後から攻撃、速攻で逃げてじわりとドットダメージをお見舞いするって感じの嫌がらせ攻撃に尽きるのだ。ホリはかなりキレられるが、ソリはとても爽快なのだ。使いやすさのポイントでは、フルリロードにリセットされるリロードタイムが5秒ってとこだな。なのでリンクスやキュリーにはアビリティのクールダウンとの時間調整がとても合わせやすいってとこだな。その他のロボットではかなり難易度高いが、エレバスに装備ってこととなればホリは大変なマジギレしようとなること間違いなしだな。ソリでは 10% マシマシとなったドットダメージのいい火力ってやつをご確認ください。ご視聴いただきありがとうございます。なのだ。